日本語耳ポッドキャストへようこそ。こんにちは、マリエです。今日はエピソード3、私の出身地について話します。日本語耳ポッドキャスト。このポッドキャストでは皆さんの耳を日本語耳にするためにいろいろなことを日本語で話していきます。友達と普通に話をしているような気分を味わってもらいたいので、言葉のコントロールはあまりしないし、スピードも私が日本人の友達と話すときぐらいのスピードで話をしていきます。なので少し速いと感じる人が多いかもしれないんですが、そしたら速度を調節してみたり、ウェブサイトにはトランスクリプトもあるので、それを見たりしながら聞いてみてください。はい、どうですか皆さん、元気ですか？エピソード1で結婚生活の話をして、エピソード2で仕事の話をして、そして今日出身地について話します。もうここまで来たら最初から聞いてくれてる皆さんはだいぶ私のことについて知ってる感じになってきてますね。はい。でも大丈夫です。安心してください。このポッドキャストでは私個人のことだけでなくいろいろなことについて話をしていくつもりです。もう1月がそろそろ終わりますね。早くないですか？私は今月ちょっと引っ越ししてたっていうのもあって、もうほんとあっという間に1ヶ月経っちゃってます。でもね、引っ越しして大変だったのは間違いないんですけど、バスタブのある家に引っ越したんですよ。それがかなり嬉しいです。私お風呂に入るのが大好きなんです。これはまさに私の一番のストレス解消法です。この前まで住んでたところはシャワーしかなくて湯船がなかったんですけど、今は家にお風呂があるのでいつでも好きな時に入れて最高です。日本のお風呂文化ってかなり濃いですよね。温泉もそうだけど普通に家でお風呂に入るっていうその習慣もかなり根付いているものだと思います。そう、皆さん知ってましたか？毎晩お風呂に入る、湯船に浸かるっていうのがスタンダードです。ここ何年か風呂キャンセル界隈とか風呂キャンとか言ってめんどくさいからお風呂に入らないっていう人も増えてきているらしいんですけど、でも基本的な日本人の一日の流れとしては夜お風呂に入るっていうのがあります。お風呂に入れるのはやっぱりすごくリラックスできるし気持ちいいですよね。前に誰かにお風呂に入っている時に何をしたらいいかわからないんですけど何をしてるんですかって聞かれたことがあります。私はお風呂に入りながら結構いろんなことをしてます。よくやるのは本を読むとか、あとはSNS をチェックするとか、あとは音楽を聴きながらたまに歌ってみたり、あとは美顔器を使ったり、あとはジャーナリングしたりすることもあります。美顔器っていうのはこの顔のマッサージをする機械のことですね。老化を防ぐためにちょっとでもやっておかないといけないので、お風呂に入りながらやっています。これは私にとって運動するよりもなんか美味しいものを食べるよりも本当一番のストレス解消法なので、それができる家に今住めていて生活の質がかなり上がりました。皆さんはどうやってストレス解消、ストレス発散させてますか？何か他におすすめのことがあったら私も気になるのでぜひ教えてください。さて、今日は私の出身地の話をするんですけども、皆さん私の出身はどこかわかりますか？私の話し方からどこかわかるって人いるのかな？どうだろう。正解は神奈川県の横浜市です。皆さんは横浜に行ったことがありますか？私は生まれも育ちも横浜なんですけど、ヨーロッパに引っ越してきたのが27、8だったと思うので、それまではずっと神奈川県横浜市に住んでいました。ちょっとまず横浜の説明をしますね。横浜市は東京都のすぐ下の神奈川県の、南の方にある市で、人口は約377万人の大きい港町です。港町っていうから、港があるんですけど、1859年に開港してから海外との交流がかなり盛んになったので、その影響で今でもちょっと洋風の歴史的な建造物とかがあったり、異国情緒あふれる街と言われています。みなとみらいとか中華街とか赤レンガ倉庫っていうのが有名な観光スポットですかね。モールとかお店とかレストランも本当にたくさんあるので、住むにはとても便利な場所です。都心に行くのも電車ですぐに行けちゃうので交通の便もいいです。モダンでおしゃれな街っていうイメージを持たれてるんじゃないかなと思います。後で動画には写真を載せておきますね。でもね、横浜出身の人は横浜のことが好きすぎると言われています。
そして横浜のことを市じゃなくて県レベルで考えてるとも言われています。出身はどこですかっていう質問に〇〇県ですって答えるのが普通の場合でも、横浜の人は横浜ですって答えることが多い。だって横浜は県じゃなくて横浜市なのに、出身は神奈川県ですって言わないで横浜ですっていうなんてちょっと変ですよね。ですが私もそういう風に答えてきてしまっている横浜人の一人です。この話は昔テレビで見て、なんか私のことを言われてるんじゃないかと思ってすごいドキッとしたのを覚えてます。でもやっぱり私はむしろ東京よりも横浜が好きだし、もしまた日本に住む日が来たらやっぱり横浜に住みたいなと思いますね。日本の田舎もかなり魅力的ですけど、でもやっぱり家族とか友達がいるのも横浜だし、住むんだったら横浜かなと思います。ですが横浜に住むデメリットもあります。それはまず税金が高いこと。多分日本で住民税が高いランキング1位だと思います。住民税っていうのはそこに住んでいたら必ず払わなきゃいけない税金のことですけども、それが他の都市に比べると横浜は高いそうです。もう一つは坂が多いこと。地形の関係で他の町よりも坂が多いそうです。住んでいた時はそんなに感じたことなかったんですけど、そう言われるとそうかもしれないと思いますね。今私が住んでいるオランダはとっても平らな国で、ほとんど坂がないので、地元に帰った時とかは坂の急さにちょっとびっくりして、きついと思いながら登ることはあります。最後に今日は神奈川県の方言を3つ紹介します。神奈川県はあんまりかっこいい方言とか訛りみたいなのがないじゃないんですけど、でもいくつかあります。一つ目は何々じゃん。これは結構神奈川県の方言として有名なやつで、何々じゃないか、何々ではないかから来ていて、意味は何々だよねとか何々でしょと同じです。例えば納豆食べないの？納豆ってめちゃめちゃ美味しいじゃんっていう感じですね。二つ目は何々だべ。これは何々だよね、何々だろう、あとは何々しようという意味でも使われるもので、そんなに年がいってない世代に使われます。結構若め、ちょっと男性っぽいかなっていう気もするかもしれません。私も10代とか20代前半ぐらいの頃は何々だべってよく使ってたんですけど、もうあんまり使わなくなったかもしれません。でも地元に帰って地元の友達と飲んでたりとかすると、何々だべって自然に出てきてしまう時も未だにあります。使い方としてはね、とりあえずどっか居酒屋入るべみたいな感じかな。3つ目は横入り。これはね、さっき神奈川県の方言って言って調べて出てきたやつなんですけど、私はこれ方言っていうことを知りませんでした。神奈川県だけじゃなくて関東全体で使われている方言みたいなんですけど、これは普通に使いすぎてて日本全国の人が使っている言葉だと思っていました。横入りっていうのは列があってみんな順番にちゃんと並んでるのに、後から来た人が順番を無視して途中のところに無理やり割り込むっていう意味です。じゃあ関西の人たちは何て言うのかな。横入りしないでじゃなくて割り込みせんといてとか言うのかな。私のエセ関西弁のイントネーションは真似しないでくださいね。間違っていると思いますからはいということで今日は私の出身地横浜についてお話ししました。皆さんの出身地はどこですか？ぜひ、コメントで教えてください。日本語耳ポッドキャストは YouTube、Spotify、Apple Podcast で見たり聞いたりすることができます。このポッドキャストを面白いと思ってくれた人や日本語の勉強に役に立つなと思ってくれたら、ぜひレビューをしていただけると嬉しいです。感想や話してほしいテーマなどのリクエストもどんどんお待ちしています。日本語耳ポッドキャストは毎週木曜日の更新です。ではまた来週。じゃあね。